日はカレー南蛮そばを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今回はですね、もう年末ということでお蕎麦レシピをご紹介していきます。私のチャンネルでもね、何回かね、お蕎麦をご紹介してるんですが、今回はですね、カレー南蛮そばを作っていきたいと思います。このカレー南蛮そばなんですが、忙しい時でもね、パパッと手軽に作れるように、今回はですね、市販のカレーのルーを使って作っていきたいと思います。材料が手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お蕎麦、豚バラの薄切り肉、長ネギ、カレールー、具材などはこちらを使っていきます。まずお肉なんですが、今回は豚バラの薄切り肉を使っていきます。こちらはね、お好みのお肉を使っていただいて OK です。豚肉じゃなくてもね、鶏肉でも美味しく召し上がっていただけます。そして今回は手軽に市販のカレールーを使って作っていきます。今回私が使っているカレーのルーはバーモントカレーの中辛になります。こちらはお好みのカレールーを使ってください。グラムで言うと2かけで約 40g になります。こちらは目安にしてみてください。そして長ネギをね、今回使用していくんですが、お好みで玉ねぎを使っていただいても OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。めんつゆ、みりん、お砂糖、鶏ガラスープの素、ごま油、お水、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。今回カレーのルーをベースに使うんですけれども、そこにめんつゆとみりん、あとは鶏ガラスープの素を加えていきます。鶏ガラスープの素を加えていただくと鶏の旨味も加わってとても美味しい仕上がりになります。そしてごま油を使って豚肉などを炒めます。ごま油で炒めるとごまの香りも加わるので、とてもね、香ばしい仕上がりになります。そしてめんつゆに関しましては、今回は2倍濃縮のめんつゆを使っていきます。3倍濃縮の場合は少し量を減らしていただいてもいいかなと思います。こちらは味見をして調整してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに長ネギから切っていきます。こちらは斜めの薄切りにしてください。長ネギはですね、上の青い部分がちょっと入った方が彩りも良くなるので、あればね、上の部分を使っていただくといいかなと思います。このね、青い部分もちょっと切っていきます。長ネギはこのように切ってください。この余った上の部分ですが、こちらはね、ちょっと切っていただいて小口切りにして、最後トッピングで使っていきます。はい、長ネギはこのように切り分けておいてください。それでは続いて豚肉です。こちらは食べやすい大きさにまず切ってください。このように切り分けたら塩コショウで軽く下味をつけます。はい、大体で OK です。このように下味をつけておいてください。そしたら続いてカレーのルーですね。こちらは溶けやすいように適当にね、細かく切っておきましょう。こちらの工程はマストではないんですけれども、このようにしていただいた方がムラなく綺麗にカレー粉が溶けます。はい、このようにね、切っておいてください。それではね、続いて具材を炒めていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ね、ごま油をフライパン全体に広げましょう。だいたいね、30秒くらい一度温めてください。はい、そして温まったらここに豚肉を入れます。そしてお箸でね、広げながら豚肉を炒めましょう。広げないとね、固まっちゃうので、きちんとね、お箸で広げてください。はい、でこのように広げて一度ね、お肉に軽く焼き色をつけていきます。そうするとお肉の香ばしさも加わって美味しい仕上がりになります。はい、で焼き色がね、軽くついたら裏返しましょう。ちょっとね、油跳ねしやすくなるので、やけどしないようにね、注意してください。は
はい、で裏返したら片面はさっと焼くぐらいで OK です。そしたら火を止めて一度ねこちらの豚肉は取り出してください。あんまりね火を通しすぎると硬くなっちゃったりするので、こちら一旦取り出します。はい、このように一度取り出してください。ここにですね、今ね豚肉の脂の旨味もね入った状態になってます。そしたらこの豚肉の脂が残った状態で長ネギを炒めていきます。火にかけましょう。これで炒めます。火加減は中火です。長ネギにもね少し焼き色をつけてみてください。長ネギもね焼き色をつけるとより香ばしい仕上がりになります。はい、で軽くね焼き色がつけば OK です。このぐらいですね。もうね長ネギにも火が通ったのでお肉を戻し入れます。戻し入れたらここにみりんと、あとはお砂糖、そして鶏ガラスープの素、まずこれを加えてさっと炒めてください。最初にね甘みと、あとはね鶏の出汁を染み込ませていきます。そしてこのように馴染んだらここにお水を加えます。あとはめんつゆも入れてください。そしてこのまま一度沸騰させましょう。火加減は中火です。はい、沸騰しました。沸騰したらね一度アクを取り除いてください。はい、 OK です。アクを取り除いたら一旦火を止めて、そしてカレーのルーを入れていきます。半分ずつね加えていただくと溶けやすいと思います。お玉にのせてねまずルーを溶かしましょう。はい、でこのように綺麗に溶けたらなじませます。はい、そして残り半分もねしっかり溶かしてからなじませてください。はい、でこのように溶けたらまたなじませます。しっかりなじんだらもう一度火にかけます。火加減は中火です。これで一度再沸騰させてください。はい、で沸騰してきてねまたちょっとアクが出た時は取り除いてください。こちら気になる時だけで OK です。はい、そしてアクを取ったら蓋をします。火加減弱火にしてください。そしてこのまま3分間煮込んでいきます。はい、3分経ちました。蓋を開けます。そしたら一度よく混ぜましょう。煮込むとね少しとろみがついてきます。とろみがつくことでそばとねしっかり馴染んでくれます。ここで一旦味見をして味の濃さは好みで調整してください。そしたらこちらは一度火を止めます。火を止めて使うまでこのまま置いといてください。そうしましたら続いてお蕎麦を入れていきます。まずねフライパンまたはお鍋にお水を張って沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお蕎麦を入れてください。そしてお蕎麦なんですが袋に記載されている時間よりも1分短くしてください。この後ね先ほどのカレーのね汁と合わせていくのでその時ね加熱していきます。なので短めに茹でてください。今回私のねこちらの乾麺は5分茹でなので4分茹でていきます。茹でてる最中は吹きこぼれないように注意してください。お蕎麦なんですけれどもこちらをねそのまま先ほどのルーに入れてしまうとかなりねべちゃっとした仕上がりになってしまいますので、このお蕎麦は茹で上がったら一度冷水でしっかり締めて、そしてその後カレーの汁と合わせていきます。ではねこのまま茹でていきます。はい、4分経ちました。そしたら火を止めます。そしてすぐ湯切りしてください。それではねまず湯切りします。やけどしないように注意してください。そうしましたら手早くね冷水でお蕎麦を締めてください。これでねちょっとお蕎麦のねぬめりを取ります。しっかり締めていただくことでコシのあるね美味しい仕上がりになります。もうね氷水とかはね使わなくて大丈夫です。冷水でしっかり締めましょう。はい、 OK です。締め終わったらねきちんと水を切ってください。お蕎麦はこれで OK です。それではですね先ほど作ったカレーの汁を用意してください。そしたら火にかけます。火にかけたらお蕎麦をね入れてください。そして全体になじませて再沸騰するまでね加熱してください。ここでね一旦加熱してお蕎麦も温めていくのでね必ず蕎麦はね短めに茹でるようにしてください。火加減ね中火から強火で加熱してみてください。
はい、これでくつくつ再沸騰すれば OK です。このように美味しそうに仕上がりました。それではね、器に盛りたいと思います。はい、これでカレー南蛮そばの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにカレーの汁とお蕎麦がしっかり馴染んでとても美味しそうな仕上がりになってます。お好みでね、ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。カレーの汁がしっかり絡んですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカレー南蛮そばのポイントです。まず今回ですね、カレー南蛮ということなんですけれども、お肉はね、豚バラの薄切り肉を使ってます。このお肉に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そして今回具材はね、豚肉と長ネギだけなんですが、この2つはですね、先に少し焼き色をつけていただくことでとても香ばしい仕上がりになります。さらにですね、この焼く時はごま油を使っていただくと、ごま油のね、香りがすごくアクセントになります。ぜひね、ごま油で炒めてみてください。そして今回ね、手軽にカレールーを使って作りました。今回私はバーモントカレーの中辛を使ってます。このカレーの種類はね、お好みのものを使って作ってみてください。ただ少しね、味の濃さが変わってくると思いますので、こちらはお好みで調整してみてください。そしてお蕎麦についてのポイントです。お蕎麦はですね、袋に記載されている時間よりも1分短く茹でてください。袋に記載されている時間通り茹でてしまうと、もう一度加熱した時にお蕎麦が柔らかくなってしまいますので、必ず1分短く茹でるようにしてください。そして茹で終わったお蕎麦なんですが、きちんとね、冷水で締めて水を切ってカレーの汁の中に入れてください。あとは全体をよく絡めて沸騰するぐらいまで加熱してみてください。もうね、年末ということで今回お蕎麦をご紹介したんですが、いつものお蕎麦に飽きた時はね、ぜひね、カレー南蛮そばを試してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカレー南蛮そばを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。